こんにちは。今回はパルワールドで中盤以降必要となる鉱石類の場所についてです。今のところ鉱石の置き場所はどうやら固定のようです。一つの鉱石の塊につきそれを全て壊すと同じ場所に再度置くようです。再度置くまでの時間もそこまで長くないため、置き場所さえ覚えてしまったらかなり楽ができます。そこで今回はまとまった鉱石の採掘場所をいくつか紹介します。また効率的な採掘についても触れていきます。まずは中盤以降鉱石で最も必要となる金属鉱石の場所です。おそらく最初に訪れることができるまとまった採掘場所は、この錆びれた境界裏の金属鉱石だと思います。ここで大量の金属鉱石を採掘できます。ファストトラベルも近くてできるため、拠点と往復することも踏まえて非常に便利です。この境界付近の金属鉱石の場所を見ていきます。ファストトラベルして境界裏にたくさん金属鉱石があるんですが、まずこちらの小道にも一つだけ金属鉱石があります。そしてまとまった金属鉱石が境界裏にあります。金属鉱石の塊がここに8個あるのが確認できますね。この他にもまだ少しだけ近くにあります。こちらに1つありますね。さらにこちらにも1つあります。ここまで来ると少し離れていて採掘が面倒かもしれません。以上が境界付近の金属鉱石の場所です。次に別の場所や他の鉱石を紹介する前に、序盤での金属の採掘の仕方について簡単にお話しします。序盤では手持ちのこのニャンバットのような鉱石適性を持ったパルを呼び、自分自身も一緒にツルハシで採掘するのが早いです。鉱石特性持ちのパルはホームでも採石場で石を掘ってくれるように、呼び出しで一緒に適正の仕事もしてくれます。呼び出す時にやらせたい仕事に照準を合わせて呼び出すと、仕事の割り当て命令ができます。また序盤のパルではイノボウが机上で採掘できます。イノボウのようなパルの機上にはテクノロジーポイントを消費し、鉢巻きをクラフトする必要があります。鉢巻きはパルギア生息台から作成できます。パルギア生息台は鉢巻きで必ず必要となるので序盤から開放しておいた方が良いです。ここまでが序盤の鉱石採掘の解説でした。以降は中盤からのパルや鉱石のお話になります。中盤からはこのような採掘が可能になります。このパルはドリタスです。20レベルほどで捕獲できるようになります。鉱石の採掘効率が非常に良いので中盤以降重宝します。鉢巻きを作成することでさらにパートナースキルが解放され、より効率よく採掘が可能になります。スキルを使用すると連続で回転して採掘してくれます。ただしドリタスによる採掘は投稿時点において、手持ちによる呼び出しでしか効率よく採掘できません。ホームでアサインしてもこのように1しかダメージが入りませんでした。鉢巻きの入手はレベル19から開放できます。ドリタスの出現場所は金属鉱石の場所の後に、再度石炭の場所と一緒に説明します。次に中盤以降で金属鉱石がまとまったおすすめポイントがさらに一つあります。ファストトラベル先は古代文明跡地で熱対策が必要なところです。初期地点からかなり西側なので結構プレイしていないとたどり着いていないかもしれません。黒曜火山という場所で服やアクセサリーで耐熱対策必須です。こちらもファストトラベルから距離が近いところに8個の塊があります。また少しではありますが周りに硫黄もありますね。こちらのダンジョン前の周辺に金属鉱石の塊が8個分確認できます。境界付近の金属鉱石とこちらの金属鉱石だけでかなりの量になるので、全て採掘して再度相手から採掘するのを繰り返すだけでも必要な金属鉱石を揃えるのには十分な気がします。次に硫黄の場所を紹介します。この黒曜火山の金属鉱石から北西のファストトラベル先である永遠の同士の遠入り口の周辺に硫黄がまとまってあります。こちらには硫黄の塊が8個あります。
硫黄は火薬のクラフトに必要な素材なので、重火器を使用するようになってから必要になりますね。他にもこの火山一帯に硫黄が分布しているので、必要になった時はこのファストトラベルから探すと良さそうです。次は石炭とドリタスの出現場所についてです。紹介する石炭の場所は近くにファストトラベルがないため、ホームとは別にカルボックスを設置して、石炭用のファストトラベル先として置いてます。こちらは砂漠地帯で、火山同様に耐熱対策必須です。この周辺に石炭とドリタスが分布してます。石炭は中盤以降金属鉱石と石炭を素材として、炉で精錬することにより、精錬金属インゴットを入手するのに必要となります。またこの砂漠地帯に生息しているドリタスからは、金属鉱石と上質なパルオイルを入手できるので、たくさん捕獲したり倒したりしていると、レベリングと素材集めが同時にできるのも嬉しいですね。レベルが20くらいなのでちょうど中盤に来るのが良さそうです。近くにもう一つまとまった石炭の場所があります。先ほどは砂漠のボスの東側でしたが、ボスを挟んで西側にもあります。中盤まで進めていれば、飛行系の機上パルで移動ができると思うので、このくらいの距離なら許容範囲かなと思います。次にピュアクォーツの場所についてです。まだ全てを探索していないので、あまり参考にならないかもしれませんが、一応どこから採掘でき始めるのか、紹介しておきます。ファストトラベル先は先ほどの砂漠地帯から、北側の大陸にある少女を拒む参道です。ピュアクォーツの見た目は銀色で、少し見分けにくいので注意です。他の鉱石よりも硬いため、精錬金属インゴットでクラフトしたツルハシで採掘するのがおすすめです。通常の金属鉱石でクラフトしたツルハシでは時間もかかりますし、耐久値もすぐになくなってしまいます。そのためこのピュアクォーツが終盤に採掘する鉱石となりそうです。この鉱石は電子基板というアイテムの素材で必要となります。ご想像通り、電気を施設で扱う頃に必要となりますね。この一帯で見つけたピュアクォーツの位置を、ツルハシマークで示しました。さらに北側は氷雪地帯で防寒対策が必須ですね。夜は金属の防寒アーマー等で防寒対策をしていても、防寒対策のレベルが低いとダメージを受けてしまうようです。なので氷雪地帯に入る際は、防寒対策と夜の時間帯に注意ですね。最後に中盤以降でおすすめの採掘のお供となるパルについて説明して終わります。まず移動に快適な飛行系の機上パルです。飛行できれば割とどのパルでも良いですが、パッシブスキルに神速等の移動速度向上系があると非常に快適です。そして所持重量を上げるスプラドンやアルパオ、ミステリア等のパルを複数連れていくと便利です。もちろん採掘用にはドリタスがおすすめです。特に精錬金属インゴットのツルハシで掘るのと同時に手伝ってもらうのが良いです。以上で今回の動画の内容は終わりですが、最後にドリタスの上位種っぽいボルカノンの採掘を流しておきます。このパルは鉢巻きで起乗して採掘する感じですが、今のところ、そこまで効率が良いようには見えませんでした。今回の動画はここまでです。いつも高評価、フォロー、コメント、動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。